空が青いなあ。はい、おはようございます。今日からですね、いよいよ新シリーズ、はい、フッツラボソーラー発電プロジェクトということで、今日からですね、いよいよ、始動いたします。はい。ということで今日はですね、屋根上にですねソーラーパネルをまず、取り付けていくわけでございますが、はい、ここをですね、うまくたるきのところに、ビス止めをしないとですね、雨漏りの、可能性が出てきてしまいますんで、慎重に、たるきめがけてですね、はい、ビスを打ってソーラーパネルをまず8枚、はい、天井上に屋根上にですね、つけていきたいと思います。ということでね、新シリーズソーラー発電プロジェクト、はい、この提供はですね、リータイムさん、そして、緑園さんの提供でお送りいたします。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月 This program is brought to you by Retime and Welcome。 はい、ということで、久々にね、大工のたまちゃん登場と、なっております。いや、なんでね、大工のたまちゃんを、呼んだかと言いますとですね、屋根上にですね、ソーラーパネルを設置するわけでございますが、適当にですね、ビスを打って課題を取り付けてやるとですね、素人がやるとですね 100% 雨漏りします。はい、取ってください。でたくさんビスを打つわけでございますが、一度雨漏りしてしまうとですね、どこから雨が入り込んでいるのか、もう正直ですね、わからなくなるわけですね。はい。で、結果ですね、全部屋根をやり替えなきゃいけないと、そういう事態にもなりかねますので、はい、まずは屋根上のですね、たるき、屋根だるきというやつなんですけども、こちらの位置をね、屋根上から見るとですね、わからないわけですね、見えないわけです。屋内からね天井を見上げると屋根だるきが分かるんですけれども、屋根の上に乗っかってしまうと分からないということで、やはり大工のプロのたまちゃんにね呼んで、どういう構造になっていて、そしてどうやってやれば、だるきの位置が分かるかということで、やはりプロにね、頼んで今回来てもらいました。こちらがね、棟かぎという、いわゆる屋根の天井の、これはあれだ、板金なんですけれども、こちらを剥がしてですね、これ、はい、取る勇気がないわ、俺一回たるきの位置をですね、戻せなさそうだ。はい、見ます。適当にかぶしても雨漏りしそうだよね。どうぞね、やっぱね錆びてますね。屋根だるきが、はい、取れました。これね釘で止まってるんですけど、この釘もですねやはりちょっと錆びて、効いてないところがあると。ああ、なるほどね。全然見えない。はい、そしてね、ここからたるきの位置を釘もらったこうか。はい、いらないでしょ。毛がいていきます。一応これはですね、これなんていうの、この上の棟かさぎを取ったら、ここに釘を打ってるんですけど、この位置が、なるほどね、たるき、屋根だるきの位置ということで、これ剥がさないとですね、たるき
の位置が分かんないんで、適当に左から455で追ってっても、合わないということで、こちらをね一回外しました。はい、それで、釘の位置を確認して、こことここの間ですね、こことここの間が455ピッチと、ここにずっとたるきが入ってるということで、はい、ここに、ソーラーパネルの金具を取り付けていきます。はいね、全く、工事したことない皆様はですね、何のことを言ってるのかさっぱりわからないと思います。屋根だるきというのはですね、屋根を乗せる最後の下地ということで、縦方向にですね、いわゆる角材のようなものをですね、はい、何本も、縦に敷いてるわけでございますが、それが455ミリピッチでだいたい入ってるわけですね。はい、これは大工の常識というか、通例になりますので、そこに、ブラケット、穴を開けてブラケットを取り付けしたいということで、やっております。なぜじゃあ適当に穴開けりゃいいんじゃねえかということで思われるかもしれませんが、それをノジ板というね、板に直接打つ方法もあるんですが、やはり、ノジ板だと薄いので、屋根上からビスを打つとですね、今度室内に入った時にビス頭が出てきてしまうと、いうことで、そうするとそこから水が持ってですね、雨漏りの原因となると。ですので、ちょっと太い家具材のたるきのところに、打った方が、雨は、染み込みづらいということで、これ縦にたるき材ですね、屋根だるきを位置を、出しまして、そして、墨出しをして折るという形になりますね。で、この紫のライン上にたるきが来てるので、いよいよブラケットをつけていくという形になります。最高機ので、このブラケットをつけるための、屋根材なんですけども、コニアムとか言ったかな、やっぱり硬いんですね。これは硬いの。はい、ですので、適当に穴を開けるとですね、瓦のように割れてしまい、ひびが入り、そこから雨漏りをするということで、やはり振動ドリルという専用工具が必要になるということで、今持ってこようとしております。あれ充電のやつあんの？あんた。俺の使う。ね、俺電源コード用だから電源持ってくるの大変だよね。じゃあ休憩しますか。早いな。早いな。こちらがね、振動ドリルで、まずインパクトドライバーでブラケットの下位置、穴位置をですね、出しまして、そこから振動ドリルで下穴を開けていっております。これもね、取り付けるビスの、少し小さめの穴を開けないと、ビスがガバガバになりますので、下穴を小さいビスの一回り小さい切りでですね、下穴を開けていきます。で、この時に、たるきの位置が少しでも外れてるとズボッとね開いちゃいますんでね。この男はね、音を聞くとね、聞いてることが分かるんですよ。仕事も人の音を聞いてるとちゃんと仕事してるかどうか分かんだよね。僕太陽光発電じゃないんで、ベーコン屋なんですよ。ベーコン屋だったの？ということでね、穴が開きましたんで、まずそこにですねコーキング、これをですねブチューっと下穴開けたところに、入れます。挿入します。あれはブチルテープ。そして、この金具をね取り付けていくんですが、この金具の下面にも、ブチルテープという防水テープがついてますので、それを
もう乗っけたらね外せませんからね、そこに、ビスを止めていきます。ああ、そういうこと。一応でもだいぶしまいそうですね。まあそう。これ上下でちょっと違うのかもしれないですね。そうね、そうね。まあでもルーズだから。いいんじゃないの？大丈夫。で一応これをキューッとコーキングするっていう感じ。ああ、そういうこと。まあどんどん行きますか。雨降るし。そうね。俺鎌倉なんか親戚いるからあれだけど、屋根全部持ってかれちゃってる。ねえ。そうでしょう。でも大体瓦？古い瓦？コロニアルって新しいの。あ、そう。これで飛んでっちゃうの。パカパカ。ああ、はい。パカパカやってるうちに、どんどん。はい。なっちゃうんですよ。これはどうやって打ってんの？この辺のこの辺に釘打ってます。この辺で釘打ってるだけ。そう。でこっちはパカパカなんだね。あ、でもブチルテープかなんかやってんのかな。はい、ということでね、こんな感じで、一列、取り付け金具ができました。はい。今回ね、屋根技研通販サイトヤネストというね、通販サイトで、ソーラーパネルの、専用の取り付け金具を購入いたしました。はい、やはりですね、こういったねコーキングもついてきますし、あと専用の金具なもんですから、はい、こうやってね、片材の下にですねブチルテープがついておりですね、はい、そして、最後ですねソーラーパネルの高さを、副調整するスペーサーもついておりまして、はい、一式でね買えるということで、はい、全部これでね金具が、揃いましたので、便利でございます。ほんと屋根ってこんな厚くなんだね。それでね、やはりね私の経験上ですね、もう屋根というか、雨漏りですね、雨漏りをしだしますとですね、一気に建物っていうのはね、崩壊の道を歩みます。特に古い建物をね、素人が、穴を開けますとですね、はい、水漏りしてきますので、そうするとですね、天井や壁や、あらゆるところに、染みてきましてですね、そこが、腐ってきてですね、はい、構造上、もう、ぐずぐずになってしまうということで、はい、こうやってね最後、ブラケットをつけまして、さらにですねコーキングをしていきます。見た目関係ないもんね。はい、こうやってまずねベースをこう入れて、それで、取り付け金具をつけるらしいですね。はい、コーキング気をつけてくださいね、触らないように。おっと頑張ってやってますよ。はい、今回はね安全帯も、ヘルメットもしておりませんが、これはですね、私は請け負って、工事しているわけではございませんので、自分の自宅を、自分の、責任で、工事しておりますので、ヘルメットも安全帯もしておりません。その辺をね、勘違いしてね、何でもかんでもねずっと言ってくれれば俺一人でほら、できるから、ヘルメットかぶってないじゃないかとか、安全帯してないじゃないかと、思われる方もいらっしゃると思いますが、これは決してね仕事で、お客さんから請け負って、
工事しておるわけではございません。すべて、自己責任でやっておりますので、その辺は、ご了承ください。ということで、私の方はね、配線工事ですね。はい、ソーラーパネルの、接続の配線コードをですね、作っていっております。はい。こちらはね、41V 以上って言ったかな。ちょっと忘れましたけども、電気工事士の資格が必要になりますので、その辺もご注意ください。一応私は、電気工事士持っておりますのでね、はい、ありますが、一応法律上はね、はい、電気工事士が必要になるということでございます。はい、ということでね、コネクターケーブルですね、コネクターを、作りまして、はい、そしてですね、8枚の今回パネルなんですけども、4直列の2並列と、そういうシステムでやっていきます。はい、でね、これ1回ねパネルをつけてしまうと、下の隙間がね、ないので手が入りません。ですので、もうソーラーパネルをつけるときには、配線を済ましておかないとですね、後から配線するということができません。ですが、ちょっと私はですね、今回接続コネクターがですね、注文してたのが足りなくてですね、はい、全部できませんでした。4直列までは配線できたんですけども、もう4直列の方が配線できなかったもんですから、はい、このようにね、金具取り付けます。風が強くなってきました。下はこんな感じね、はい、取り付けております。はいね、この辺のね金具取り付け方も説明書をよく見てやらないとちょっと難しいですけどね。はい、そしてね、電源コネクターが、ちょっと足りないんですけども、この後ね一人で全部作業しなきゃいけないもんですから、とりあえず全部8枚パネルを屋根上に固定して、それからですね、今度、配線するときにまた外してですね、はい、そして一人でやっていこうかなというふうに考えておりますので、とりあえずね、全部屋根上に上げたいと、思います。一人でなかなかねパネルを上げるのは大変ですからね。はい、ということで、このようにね、ケーブルを接続いたしまして、そして、パネルを設置してビス止めしていくと、そういう形になっております。はい、ということでね、下4列ですかねのソーラーパネルが、設置し終わっております。なんかね時折ねこの日もね突風が吹く、天候でございまして、やっぱここ普通はですね風が強い、傾向がございますので、しっかり止めてですね風で飛ばないように、はい、やっていきたいと思います。今回ね大変だったのはね、やはり取り付け金具のですね、金具の取り付け方法、これがですね、部品パーツ点数が多いもんですから、何をどこにワッシャーをかまして、どこにスプリングワッシャーを入れて、ボルトを下向きにつけるのか上向きにつけるのか、その辺のですね、仕様がですね、
まあ難しくてですね、はい、まあ説明書を見ながら最後、やりました。ということで、こちらで8枚のねソーラーパネルの設置が終わりました。ということで以上となります。次回へ続きます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、大工のたまちゃんと、バッシーさんが来てくれて、はい、屋根上にですね、ソーラーパネルを設置できました。ありがとうございます。ちょっとね、まだ配線はまだなんですけども、はい、とりあえずパネルが設置できたということで、はい、次回配線とですね、はい、インバーターの設置と、バッテリー、まあこの辺をですね、ぼちぼちやっていこうかなと思います。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今回は、新プロジェクト、フッツラボソーラーパネルを、ソーラー発電システムを作るということで、はい、こちら、インバーターとバッテリーの、リータイムさんのご提供と、あとソーラーパネル、緑園さんの、ご提供で、お送りいたしました。ということで本日は以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月 This program is brought to you by Free Time and Ryokuan.